こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。今回の話題はスマホのアプリです。世の中のほとんどの人がスマホを使っていると思います。世の中は今自分が生活しているこの世界という意味です。世の中のほとんどの人がスマホを使っていると思います。そしてそのスマホの中にアプリを入れて使っているはずです。スマホにアプリを入れる。入れるはスマホにアプリをダウンロードするという意味があります。皆さんは普段どんなアプリを使っていますか？皆さんはスマホにどれくらいアプリを入れていますか？これは皆さんはスマホに何個アプリをダウンロードしていますかという意味です。ぜひ日本語で考えてみてください。さて本題に入りますが、今回私は日本人がよく使っているアプリについて話します。日本人がよく使っているアプリはいくつかありますが、まず思いつくのが LINE です。LINE はメッセージを送るアプリです。WhatsApp や Telegram と同じようなアプリだと思います。LINE はメッセージの他に写真、動画、音声を送ることができたり、ビデオ通話や電話をすることもできます。LINE は無料で簡単に気軽にメッセージを送れます。気軽はいろいろなことを考えないで行動するという意味です。また LINE は複数の人と同時に会話ができます。ですからそれが便利だと思う人が多いです。複数は2つ以上のもののことを言います。複数の人というのは2人以上の人っていう意味です。そういった理由で日本では LINE を使っている人が多いです。仕事の連絡や宣伝に LINE を使う会社も多いです。宣伝は商品やサービスを世の中に伝えるという意味です。商品やサービスをいろいろな人に知ってほしい、そう思って LINE を使う会社が多いです。ちなみに日本で LINE を使っている人はどれくらいいるんだろう、そう思ったのでちょっとネットで調べてみました。すると日本で LINE を使っている人は人口の8割を超えているそうです。8割は 80% という意味です。日本で LINE を使っている人は人口の 80% 以上だそうです。日本の人口は正確にはわかりませんが、1億2000万ぐらいだったと思うので、日本ではかなりの数の人が LINE を使っています。私の家族や友人や職場の同僚はみんな LINE を使っています。でも私は LINE を使っていません。
今時 LINE を使っていない人って結構珍しいです。私は誰かにメールをするときは文章をよく考えて書きます。そして相手にメールを送ります。でも LINE はどちらかというと手紙のようにメッセージを送るというよりは話すようにメッセージを送る感じです。私はなんかそれがあんまり好きではありません。まあでももし仕事でどうしても LINE を使わないといけないようなら使います。それは仕方がないことですからね。そして他に日本人がよく使うアプリですが、これについても私は少しネットで調べてみました。日本人がよく使うアプリはインスタグラム、X、TikTok、YouTube だそうです。年代によって少し違いはありますが、だいたいこれらを使っている人が多いです。確かに私の周りの人は X 以外はやっています。私はこの中で YouTube は使っていますが、他のアプリは使っていません。インスタグラムは以前仕事で使っていましたが、やめてしまいました。理由はいろいろありますが、私にはちょっと合わないアプリでした。インスタグラムをやっているとちょっと心が疲れてしまいます。だからやめてしまいました。他に日本人がよく使うアプリはまあいろいろありますけど、買い物をするときスマホのアプリを使ってお金を払う人も増えてきていますね。若い人やまあ私の年齢くらいの人はスマホのアプリを使って支払いをする人が多いですね。私は他の人と比べるとスマホにアプリを入れていないと思います。私はスマホで本や漫画を読まないし、ゲームもしないし、ラジオを聞かないし、みんながやっているようなアプリもやりません。なのであまりアプリに詳しくないですけど、でも最後に私のおすすめのアプリを一つ紹介したいと思います。前回の動画で私は海外の人とアプリで文通していると言いました。私はスローリーというアプリを使っています。もう3年くらい使っています。このアプリでは世界中の人と手紙を交換することができます。皆さんの中にもすでに使っている人がいるかもしれませんね。私がこのアプリを始めた理由は英語の勉強のためでした。私は英語が上手になりたくてこのアプリを始めました。私のように英語が上手になりたいと思ってこのアプリをやっている人も多いです。もちろん英語だけでなく他の言語を勉強している人もこのアプリを使っています。例えば私は何度も日本語を勉強している人から日本語で手紙をもらったことがあります。あとは日本が好きだという人から手紙をもらうことも結構ありました。ですから日本語の勉強のためにこのアプリを使ってみるといいかもしれません。まあ他には海外の人と友達になりたいという理由でこのアプリを使っている人も多いです。私は今は英語の勉強というよりは気が合う人と友達になって話したいと思って使っています。
気が合う人。これは自分と好きなものが同じ人とか、自分と考え方が似ている人、そういうニュアンスです。このアプリでは本当の手紙を交換するような体験ができます。相手が住んでいる国と自分が住んでいる国の距離によって手紙が届く時間が変わります。相手が遠い国に住んでいれば、相手に手紙が届くまで時間がかかります。例えば私はブラジルに住んでいる人と文通をしています。私の手紙が相手に届くのは2日後です。実際の本物の手紙ならもっとかかりますけどね。また、相手が住んでいる国と自分が住んでいる国が近ければ、もっと早く手紙が届きます。私は前に台湾に住んでいる人と手紙を交換したことがありますが、確か5時間くらいで届いた気がします。もっと遅かったかもしれませんが、とにかくこのアプリはすぐにメッセージが届きません。つまり、このアプリではチャットのようにすぐに会話をすることができません。でもそれがこのアプリのいいところだと思います。このアプリでは相手から手紙が来たと分かってもすぐに読むことができません。でもどんな内容が書いてあるのだろうとか、あとどれくらいで手紙が届くんだろう、そんな風に考えるとワクワクします。ワクワクは嬉しい気持ちになるっていうニュアンスです。手紙が届くのを待つっていうのも楽しいです。もし気になったらどんなアプリなのか調べてみてください。英語でスローリーと書きます。このアプリは無料で使えます。ということで今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。